こんばんは。今日もお家の方は留守かな？そしたらいつもの通りお家の方が帰ってくるまで一緒にちょっと勉強してよっか。そしたらね、今日はちょっと一緒にこっちのPC の方を見ながら、授業のね、ちょっと復習だったり、予習だったりをしていこうかね。今、学校の方でやってるのは国語の、読解力の問題かな、基本的に。なるほどね。ちょっと読解力とか、なんかこのストーリーの背景を読み解くのが少し苦手な傾向がある。わかった。そしたらじゃあ今日はね、そこら辺を中心に一緒にやっていこうか。はい。したらじゃあね、早速、第一問からかな。えーっと、桜子さんは朝急いで学校へ向かっていました。曲がり角で、とある人物と衝突してしまいましたと。ここまではわかるよね。では桜子さんが口に加えていたものは何でしょう？この問題に関してはね、ちょっとスパッと出てこないと、ちょっと厳しいかな。そう。これはね、もう全国共通で、だいたい朝、急いでる女子生徒が走りながら学校に向かうときに口に加えているものは、食パンだよね。もうね、この食パン問題は絶対に出る。そう、過去に引っ掛けで結構ドーナツとか選択問題であったりしたんだけど、これはもうね、食パン一択よ。大丈夫そう？では次の問題。ではその桜子さんがぶつかってしまった相手は、男の子か女の子か。これはわかるね。そう。男の子。で、大体ここでお決まりなセリフ、ちょっとこれ応用だけど、わかるかな？ちょっと難しいか。この場合は大体が一体どこ見てんのよだよね。基本きっとこの桜子さんもこの後尻餅ついちゃうだよ。そうで、そこで、文句の一言でも、言ってやろうっていう気になったのかな、きっと。だいたいその言葉が出てくるかな。ここまで大丈夫そう？そうだね。最初に桜子さんが加えているこの食パンから始まり、もしかしたらこの頭で絵柄で覚えてるとちょっと覚えやすいかなと思って、ちょっと絵で描くけどね。そう、食パンから始まって、その曲がり角でぶつかった相手は男の子だよね。そんで文句の
一言でもね、言ってやろうと思って、だいたいねこうムカついて、そう一体どこ見てんだよみたいなことが出てきます。はい、ここまで覚えといてね、大事。はい、じゃあ次の問題に行きますね。ではこの後の展開まで読み解いていきたい。だいたいこの場合では、桜子さんとこのぶつかった相手はどこかで再会をしますね。それはどこでしょうか。よくちょっと読んでみて、この問題。ここまで来たら、そう合ってる合ってる。その後学校の朝のホームルームの時間で、だいたいこのぶつかってきた男子生徒が転校生として紹介されますね。これはもう全国共通です。はい。でそこで桜子さんは心の中で思うことがありますね。ここまでちょっと踏み込んで読み解いていきたい。さあ、桜子さんはどう思ったでしょうか。そう合ってる合ってる。朝のあいつって思うね。合ってる。そうだね、ここまで大丈夫そう。でここまで来たらもうこれ全国共通の内容なので大丈夫かなと思うんだけど、この後の展開まできちんと読み込めてる？どうなると思う？そうですね。だいたい転校生の今朝のあいつってなった男の子の席がその桜子さんのだいたい隣になるね。でそこからはもう復習してある通り、この後はもうなんだかんだ言いながらもお互いもう結構最初からね気になる存在になって、信じたくないけどなんか最近あいつのことばっかり考えてるかも、俺みたいなこっちにそりゃ発展していく。ここまで大丈夫そう。とにかく分からなくなったらね、そのテスト問題中にまずここから食パン加えたところから男の子とぶつかって文句を一つ言うんだけれども、学校にて転校生として紹介されたあいつが自分の席の隣になって、最終的に恋に発展すると。これで頭に入った？ OK、 大丈夫そうだね。いつもねすごい飲み込みが早くて、素晴らしいと思います。
じゃあまあね、こまごました問題もやっていこうかな。まあ普段は地味なまゆこちゃんは、メガネをかけていますが、実はこのまゆこちゃんにはとある秘密があります。それは一体何でしょう。これ教科書からの問題だけど、これはわかる？あ、そうだね、合ってる。そう、メガネを外すと実はめちゃくちゃ美人だったっていう。そうだね、これは大丈夫そうだね。じゃあその学校の生徒会長が、じゃあこのまゆこさんにだけはすごい厳しくしちゃう。ちなみにこの生徒会長は当然男の子なんだけど、それはなぜだかわかる？まゆこさんに厳しくしてしまうのは？ここ大事だな。そう、好きだからだよね。これはちょっとね、もう絶対覚えておいてほしいんだけれども、この大体主人公とかにちょっと厳しく当たったり意地悪をしてしまうキャラクターっていうのは、大体好きだからなんだよね。これはもうね、相場が決まっている。そう、それはもう大丈夫そうかな。頭に入る。OK です。じゃあね、ここからは割とちょっと男の子が主人公だった場合の、背景の読解力のテストの部分になるんだけど、主人公がすごい冴えない落ちこぼれの太郎くん。だけども太郎くんには隠された秘密がありました。一般的に言うと大体この隠された秘密って何かわかるかな？そうだね、大体冴えない落ちこぼれの主人公はなんか伝説の血筋みたいなものを持ってるよね。そう、大体そういう感じだね。だからこの場合伝説の血筋を持っていて、最終的にじゃあその太郎くんが例えば自分の仲間が傷つけられてしまったりとか、ボロボロな姿を見たときに、じゃあこの太郎くんは一体どうなるか。ちょっとここ想像してみてほしいんだよね。自分に置き換えてみたらいいかもしれない。そう、覚醒するんだよね。だいたい覚醒して、これちょっと図柄で覚えとくと、もうこれ目ね、パッと覚醒して、傷つけられた仲間を救うために最終形態に変身するというかね。そう、大体この目の覚醒パターンがきますと。大体覚醒して、この最強になって仲間を救っていくという
これがいわゆる一般的なパターンかな。であとはね、ちょっと応用問題で、大体がちょっとライバルって呼ばれる存在が話に出てきた場合なんだけど、大体その主人公を否定しているライバルっていうのは、本心はどう思っているか、ここってちょっと紐解ける？そうだね、本心は認めてるんだよね。だからね、ついついライバル視して戦いを挑んだりっていうのがあるんだけど、実際は認めてる。これがね、結構いわゆる多い設定かな。ここまで大丈夫そう？ちょっとね、今日情報量多いかもしんない。じゃ次はね、より深くキャラクターの個性っていうところまでちょっと紐解いていく問題をやろうかな。じゃあこれに関してもやっぱり頭で絵柄で覚えるとすごいやりやすいから、ちょっと先生が書いていくね。まず第1問。そうだね。例えば、いわゆる、これは縦ロールっていうのかしら。縦ロールの、これね、縦ロールの、女子が出てきた場合、この女子って、結構特徴があって、まず、手に持ってたりするんだよね。これわかるかな？作者がどのような意図でこういうキャラを組み込んだかっていう意図までちゃんと組んでほしいんだけど、そうそう、合ってる合ってる。大体このような場合っていうのはそう、センスとかね、こうやって持ってるんだよ。そうそうそう。で、笑い方に特徴があるわけ。それはそう、これはもう間違いない。全国共通。もうこれはほほほなのよ。ほほほほみたいな、よろしくてよみたいな感じだよね、これは。ではこの手のキャラってどんなキャラかな？そうだね。いいよ、いくつかあげてみて。そうだね、大体お金持ち。そうそうそう。お金持ちだし、あとはやっぱりちょっと、そう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 、意地悪。合ってる。そう、縦ロールでセンス持って、ああいう感じの笑い方してる子は大体お金持ちだけど意地悪。合ってます。模範解答ですね。じゃあ大体この主人公の特徴かな。当然ね、いくつかあるんだけども、代表的なものからちょっと多分覚えやすいから、例えばこの少女漫画系だと主人公の目ってすごい特徴があるわけよ。そうそう、とにかくでかいのよね。
そうだね。こうバサバサのまつげ。ではこの中に何かが入るよね。ありえないぐらいの数の、そうそう、瞳が入るの。星がなんかこういうさ、こういうやつがだいたい3個ぐらい入ってると主人公かな。そう。なんかもうひどい時はここら辺でこのキラーってこうキラーンってこうやってね光ったりするし、とにかくキラキラ。このキラキラが多ければ多いほどね、そう主人公味が増すけどね。でもね、鼻なんて本当になんだろう、それに対しての比率がこんなもんだよね。本当よ、本当こんなもんよ、こんなもん。どこにそれ鼻がついてんのっていうぐらいこんなもん。だいたいこれが出てきたら主人公の比率かな。これもね、多分ねちょっと出てくると思います。選択制で出るかもね。なんかこの目の中に星がすごい少ないこと、星がないこと、めちゃくちゃキラキラしてるこの目があって、主人公の目はどれでしょうみたいな、あると思いますよ。ここまで覚えれば大体が大丈夫かな。脇役みたいなところも少し頭に入れてあげた方がいいかな。大体なんか敵でもいいし味方でもいいんだけど、なんかこうやってね、目がこういうこのなんていうの、細い目しててさ、なんかこんなんなって笑ってる系のやつっていうのは、そう笑ってる系のやつっていうのは大体が結構ちょっとなんだろう、天才キャラだったりするかな。私ちょっとなんか敵にいると嫌なタイプっていうか、なんかちょっと強い。そう、ちょっと強い。バキで言うとね、そうだな、バキで言うとね、あいつなんだっけ、ごめんね先生と忘れしちゃった。なんだろう、速さがあってとか、ちょっとそこそこなんか今までは強いとされてたキャラが一瞬あれってひるむような、なんかちょっと力をね持ったりしている。もうちょっと顔細くいこうか。そうだね。そう、大体がそういう、なんだろうな、力をね持っている。とにかくなんだろう、いつもなんか目は笑っていて、そうなんか余裕ですみたいな感じの顔をして、実際にそこそこ強いんだよね。とか、あとはものすごい天才キャラだったりとか、ちょっと一瞬主人公がひるむような感じ。これがね大体この目に現れてますね。こういうなんか、で笑ってるわけよね。そうで、これに間違えちゃった。これにこ
こういうのがつくと、そう、中国人みたいな。そう、これにこういうのがついて、まあ、こういうのかぶってると、まあ、こういうのかぶってると、まあ、一気にこう、中国人みたいになるんだけど、基本はなんか、ちょっと嫌な、いたら嫌だな、みたいな、ちょっと厄介なタイプだよね。うん。大丈夫そう、ここまで。うん。オッケー。まあ、ひとまずね、今日やった部分って、おそらくまた試験にほとんど出ると思う。うん。なので、まあ、一緒にやった内容をね、何回もちょっと復習して、うん、ちょっと対策してほしいかな。うん。まあ、大事なポイントが、まあ、結構いくつかあったので、まあ、ちょっとおさらいね。うん。ちょっと一緒にこの画面見てもらって。うん。まあ、大体が、まあ、じゃあ、まず縦ロール。うん、縦ロールの髪型が、まあ、割とお金持ちのお嬢様でちょっと意地悪ポジション。うん。あ、いいよ。メモに書いていいよ。ノートに書いていいし。うん。で、大体主人公はまあ特徴で言うと、まあ平均的な見た目と言われているんだけれども、なんか実際はすごい可愛いとか、まあなんかかっこいいとか、メガネを外したらなんかすごい別人級に可愛いとか。うん。大体ね。うん。で、あとはまあ目がこう異常に大きくって、まあ目の中に結構そのキラキラの粒が、まあ多ければ多いほど、まあ主人公性が高い。で、まあこれちょっと余談なんですけど、まあ近年はね、割と、うん、まあ人間には近くないけど、まあ割とまあ自然な瞳のね、そのキラキラもまあちょっとだいぶ進化してるんだけれども、昔の作品ほど、その、なんだろう、瞳の形状が不自然っていうか、ね、アタックナンバーワンだったかな。アタックナンバーワンの主人公の目の中にはね、なんかね、歯が生えてるみたいになってるんだよね。確か。そう、なんかちょっとね、白い歯みたいな瞳が、こう、ついてたり。なんか、まあ、時代によってね、瞳のこの粒の形状も、まあ、移り変わりがあると。そういうことです。で、あとは、そうだね。まあ大体初日に転校生っていうのは主人公と接触事故を起こしがちっていう。うん。これはもう先ほどね、一番最初に絵で解説した通りなんだけど、うん、大体ぶつかると思ってくれていいかな。大丈夫そう？うん。そうだね。で、あとは、まあ冷たくしてる相手ほど、まあ、実はこう好きだったりするっていうこの設定。うん。で、まあそしてなんだろうな、ライバルっていうのが必ずいて、まあ、内心ではすごいこう主人公をまあ認めてるけれども、まあ、認めきれなくってちょっと否定したり、うん、まあ戦いを挑んだりっていうことがまあよくあるかな。例題ではよく出るかな。うんうんうん。で、あとはね、まあこれも応用編なんだけれども、まあ強いキャラクターっていうのが、まあ普段はなんかね、こう割と笑顔で、うん、さっき言ったみたいにちょっと目がね、こういう、そう、もうただのほんとなんか棒みたいな。そう、でもああいうキャラほどこう目をカッとこう開いた時、覚醒した時が結構危険。
急にね、急に本気出してくるから、まあこれもちょっと覚えておいてほしいかな。大丈夫そうかな。じゃあね、まあ今日もね、ちょっと長い時間お疲れ様でした。まあ、もうそろそろお母さんたちも帰ってくると思うから、まあ、今日はねこの辺で、まあ、また次回ね、これまでやった教科のおさらいだったりとか、まあ、予習の方一緒にやっていこう。今日のところもしっかりまあ復習しといてね。じゃあ先生帰るね。おやすみなさい。